ウェーブウェイは。まず曲俺めっちゃ好き。うん。なんかセンターポジションみたいなところに、うん。なんか誰が来ても違和感がないなって。あの時はね、やっぱりグッときちゃったよ。だから一生アイドルしててほしいなっていう。あこう可愛いっていう、まあアイドルにとって最もシンプルかつ重要な傷跡というか、まあ爪痕をしっかり残したなっていう印象で、10月16日、セイマイネームがウェーブウェイでデビューしました。わー。いいじゃん。おめでとう。いいじゃん。いいじゃん。ウェーブウェイはひーちゃんこと本田仁美が加入したことで話題の「Say My Name」のデビューミニアルバム、ファースト EP アルバム「Say My Name」のタイトル曲です。はい。ということで早速アルバムの紹介をしたいんですけど、デビューの前にグループ紹介の動画を我々はアップしてまして、はい、今回はそこで喋らなかったこととか、まあ続き的な感じで喋っちゃうと思うので、まあそういうのが結構あると思うので、だからそっちを見てから今回の動画を見てもらうと、まあ助かるにゃっていうにゃって感じにゃんですけど、記念すべき「Say My Name」のデビューアルバムとなった「Say My Name」は、まあジャケットも可愛い猫のイラストというか、描かれて、まあロゴもこう猫っぽくなってたりとか、ウェーブウェイの MV も猫まみれなんですけど、なぜ猫なのかっていうことは相変わらず分からずじまいただその代わりこのデビュー前には分からなかったことがアルバムの説明などで、まあ、いくつか判明しました。で一つはグループ名の意味で、プレスリリースとかも含めてそういうのがちゃんと明かされてまして、でそれを読みますと「私の名前を呼んで」という意味の通り、一度は経験する悲しみや痛みの中で忘れて生きてきた自分自身、私たちそのものの大切さを持つ意味を含んでいますっていう説明がされてます。だから自分の存在の大事さを高らかに言おうみたいな感じではあると思うんですけど、でもう一つ判明したことというか、これはまあ知らなかったことというか、まあ、今回の MV でもある種分かったことでもあるんだけど、文章化されてたことで「Say My Name」の象徴、グループの象徴がどうやら水らしくて、猫じゃなくて、ウェーブ A の MV のオープニングも水を泳ぐ猫の POV から始まるけど、アルバムのコンセプトとしてはこう波が溢れるように押し出されて海を形成するように、違う魅力を持つメンバーが集まってさまざまなジャンルの曲のアルバムを作って共にハーモニーを成し遂げようっていうメッセージが込められているそうです。ああ、なるほど。タイトル曲はその始まりを示す波の道ということで「ウェーブ A」この今の説明の最初の文章にあったその海になる前の波の道ということですね。でそのアルバムにはウェーブ A の他にひーちゃんが作詞に参加した「私は今夜の空で一番輝く星になる」っていう曲とか、ジェジュンの兄貴が作詞して、TGC 北九州でだからグループのお披露目の時も披露された「ゴールディロックスウォーター」ここもウォーターが入ってて、あと「8」って書いてあるけど多分 B をもじってて「ブロー」って書いて「ブローミー」っていう間のスペースをあえてなくしてるっていう感じなんだけど、ウェーブウェイも間のスペースがないから。だからセイマイネームも一応分けてるけど、なんかロゴの表記はこうギュッて詰まってるから、この間のスペースをなくすみたいなのが一応これもコンセプトというかデザインの一貫性みたいなところは一応あるのかなって気がするけど、っていう、まあ、4曲が収録されてて、音楽番組とかショーケースとかいろいろ探るとこの全部のステージが見れるんですよ。その TGC のやつでも見れるし、だから全てのステージパフォーマンスが見れるっていう、全部見れるっていうのは結構珍しいかなっていう感じもするんですけど、だからまあ全体をざっくり言うとコンセプト的には正直なるほどな感は一切ないアルバムを含めたグループコンセプトとかは正直だから感想としてはジェジュンが思う可愛いものをだからそのしっちかめっちゃか集めたというか、だから可愛いもの、透明感のあるっていうそのガールズグループに持たせたいもの、ジェジュンが思うっていうのをまあかき集めた感じかなっていうところもあって、だから文脈からこれを作ってるっていうよりはまず可愛いものを置きたい、透明感のあるものを置きたいっていうところから始まって、それに理由をつけてるみたいな感じがするっていうところもあって、だから初めてのプロデュースっていうところの初々しさが結構あるかなっていうのはなるほどね、確かに確かに。だからそこでクリエイティブ的な関心はないんだけど、まあ同時にだからまあ可愛いから何でもいいかみたいなさ、まあ猫に思う感情そのものとも言えるんだけど、っていうのも素直に思えるのも「セイマイネーム」のまあ魅力の一つかなっていうところもあるし、まあそこにそんなに固執する必要ないし、そこでだからダメだろうっていう人も全然ないと思うっていうのを思わせるぐらいこう可愛いなっていう、魅力のあるものっていうのはできてるのは確かかなと思うし、だから説明で果たされるものは特にないんだけど、それでもまあいいかって思わせるような魅力はとりあえずデビューで爆発してるかなっていうところは初見としてはあるんだけど、感じなんですけど、どうですかその記念すべきホットデビューとなった「Say My Name」の「ウェーブウェイ」は。
まず曲俺めっちゃ好き。うん。なんか程よく変というか、まあサビだけどね、もうそうだし、冒頭のね、MV の猫から始まるみたいなさ。まあ12部が歌い出しなのは俺はまあ正直意外な人選だなとは思ったけど。そう、MV だと、まあわからないというか、そのステージを見るとさ、結構違うよね。俺もだから今回の感想はめっちゃ混ざってます。多分ボーカルパート、うん、ほぼ均等かなっていう感じがして、確か若干俺はでも目立ち方に違いはあると思うけどね。俺は割となんかその映り方、まあ MV も多分カット数的にはなんか大体一緒じゃないかなっていう気がしてるから、まあお披露目っていう意味ではそうだし、分量問題がって言われるメンバーはいないと思う。それもなんでかっていうと、まあグループだと割とこの顔、センターみたいなさ、まあもちろん顔はひーちゃんなんだけど、なんかセンターポジションみたいなところに、なんか誰が来ても違和感がないなっていうふうに俺はまず思って、まあビジュアルがいいっていうことでもあるんだけど、エンディング要請はでもスンジュからのひーちゃんの2人が多いですね。俺が見たやつはね、確かにそれだった。大体そのパターン。結局あれだよね、その俺がさ、そのSay My Nameにまず引っかかったのは、ひーちゃん発表前のスンジュって言って、でスンジュはまあ結構重要なパートもこなすだろうみたいな話をしてたからさ、ちゃんとそれをこう期待を背負って、まあやっぱ出自もあるよね、単純に。前振りというか。そうね、顔が一応ブランドもまあ当然あると思う。知れてるっていうのもあるしね。そうだからそういう意味ではひーちゃんもちろんのこと、スンジュもやっぱりちゃんと MV でも印象に残るような感じでも出てきたし、そうだからステージを見れるっていう話さっきちょっとしたけど、ゴルディロックスウォーターではスンジュがハイノートやってんだよね。それもだからステージを見ないとちゃんと気づけなかったところ当然なんつうの、見せれる力があるっていうのはあると思うけど、見せたい人だからっていうのも当然あると思う。その辺はそういういろんなステージを見てもらえる前提で作ってるのかなって感じがしたけど、あとさ、ティーザーで一番最初に登場したドヒは、まあ最初に出すってことは重要なポジションだろうっていう話があったじゃん。でなんかMV を見た時、なんかあるなっていうのはやっぱり思った。俺も思ったよ。さっき分量の話してたじゃん。俺はドヒがちょっと多いと思う。特にだからセンターに来る回数が人より1回多いんじゃないかなって気がする。俺はスンジュを中心に見てるから、俺はスンジュがちょっと多いかなって思ってたけど、だから俺もだからひーちゃんを中心に見てるけど、なんかドヒがあえて分量をつけるんだったら一番多いし、センターに来てそのキーパートのところはドヒがやってるなっていうのは俺は思っちゃったけど、なんかさ、声が一番特徴的というか、俺はすごく耳についたし、ほら猫のかぶりもするじゃん。ちょっとラフなシーンというか、ハイライトメドレーに使われてたシーンでもドヒはね、ちょっとねやばかったね。そう、なんかあるよね、やっぱり。あるある。なんかあるなを感じさせるよね。なんか異様に一番似合ってるっていうか、猫そのものじゃないですかぐらいな思ったし、あと確か最後はドヒで終わるじゃなかったっけ、っていうのもあるし、それもあってだから俺は結構この曲というかやっぱり中心はドヒをかなり意識してるなって感じはしたんだよな。そうだからルセラにおけるサクちゃんポジションはさ、ひーちゃんっていうのは間違いないし、まあサクちゃんと違うのはリーダーっていうところだけど、ひーちゃんゴリ押しとかじゃなくてさ、ちゃんとみんな均等に見せつつ、だけどその中でリーサルウェポンじゃないけどドヒっていう子がさ、エンディング要請は番組側が勝手に作ってる部分かなり多いと思うし、MV ではそういう発見もあったんだけど、ステージを見るとやっぱりなんか改めて、ひーちゃん本当に帰ってきたんだと思って。そうなんですよ、完璧ですよ。そう特に M カだったっけな、忘れちゃったけど、結局さサビでパーって出るじゃん、花吹雪が。あの時はねやっぱりグッときちゃったよ。帰ってきましたの花吹雪みたいでおめでとうかね。そう本当にいると思って、我が目を疑うというか、本田瞳がまた再びこの K-POP のシーンに帰ってきたんだ。確かにそれのお祝い感はなくもない。デビューだしっていうところはあるけど、それはねすごく感じたというか、3回目のデビューですからね。まあね、なんか実質4回目な気もしなくもないけど、アイズワンから戻ってきた時の全体になった時も含めるとなんか4回デビューしてる感もなくはないけど、で他のアイズワン組とさちょっと違うっていうかさ、1回帰ってしかも AKB でやってて、また戻ってきたっていう感じやん。だからアイズワンが終わってそのまんまじゃないもん。そうなんかそれだからこそ余計になんか本当に帰ってきたんだ、夢じゃなかろうかみたいなところがすごく強くて、でやっぱりステージでのひーちゃんは輝いてたし、なんかすごく大人っぽくなってもおかしくない。いやでも別にだからそれこそスンジュとの違和感がまるでないそうなんだよ。救済さをまるで感じさせない、そうなんかひーちゃんも大人になったなみたいなことをさ、しみじみ思ってもおかしくないんだけどさ、キラキラ輝いてんなみたいな、相変わらずみたいなっていうところもあるから、なんかグッとくるところもあったし、新たな発見もあったし、まあスンジュは期待通りだったし、曲もいいし、もう大満足です。俺はね今回のデビューで思い出したことが1個あって、
というかおう言葉の端々でというか前の動画見てなくても分かると思うけど、まあ、俺はひーちゃんが好きというか推しなんだけど、うんうんうん、でなんでひーちゃんを好きなのかっていうのを「Say My Name」を、まあ、紹介するまで最近まではただ漠然と好きだってことだけを自分の中で覚えてただけなのよ。ああはいはいはい、なんで好きだったのかっていうのがちょっと忘れてたとおいううかおう感じだったんだけど、まあ、それこそ MVM とか音楽番組とかをたくさん見た上でそういや俺この動きが好きなんだなと思ってひおうーちゃんのおお細い体型とかもそうだしそれに乗ってる丸い顔もそうだしうんそういうだから、まあ、スタイルも当然そうなんだけど、うん所作とか仕草のフォルムの可愛さうーんがまずいいし、あと、まあ、例に挙げるとケプラーのさキムダとかさうん上野奈々とかさ、うんリッチのリュウジンとかもそうだけど行動管理で人を指してくる感じ。だからああまあ俺はひーちゃんのさチッケムとかも見た上でも含めてだけどやっぱそこはねアイドル力はやっぱ他の6人よりはだいぶ飛び抜けてるまあというかまあそれはねだからそれがまあその救済さを感じさせないっていうところでもあるしひーちゃんの実力っていうことでもあるんだけど、異常だなと思って、うん韓国アイドル的なダンスのキレもあるしその日本アイドル的な愛嬌の見せ方っていうかあざとさというかぶりっ子のその芯を食った感じっていうところも含めて日本アイドルと K-POP アイドルのハイブリッド感を感じさせるところも含めてすげえ完璧だなと思ったし、たまらんなっていうか、もう器用みたいな器用いいじゃん器用みたいな感じをもうずっと受けるっていうか、そのひーちゃんを見てる間のこう幸せを感じる感っていうか、それをただそのステージングをこなしてるんだけじゃなくて歌詞とか振りに合わせて表情をコロコロ変えてくれたりとか、そういうところも含めてそのアイドル度を邁進してる感じも含めてそれで俺はひーちゃん好きだったんだなっていうのを、だから今回のデビューで再認識したっていう、だから一生アイドルしててほしいなっていうかずっとやっててほしいわこのアイドル力って思ったし、いやだからもうひーちゃんって感じ声張っちゃうぐらいっていう感じでだからそのひーちゃんの魅力を再認識したんですけど、あとこれはだからまあこれも音楽番組とか含めた MV だけじゃないんだけどオリジナルメイちゃんがなんかね愛嬌とか含めてそのひーちゃんに次ぐぐらいアイドル力が高いっていうかプロアイドル力みたいなその離れ感があってアイドル性が俺すごい高い子だなと思って、だからそれこそねなんかそのエンディング妖精とか全員が映るバージョンとかもあるけど、そういうところでそれこそ2番目ぐらいに動きがこうスムーズだし、すごい天性のものを感じるんだよね、だからすごく期待できるなと思ったからめいちゃんも「めいちゃん!」って感じそれ言ったら、あれですよカーニー、カーニーもなんか他の子がセンターに来る時よりもなんかやっぱりちょっと毛色が違うというか、彼女なりの魅力やっぱりそのタイ出身タイ人っていうところもあるし、そういうところのビジュアルも含めて、カーニーっていういやカーニーちゃんだよあそうかそうあとねちょっとこれは言い忘れてたっていうかところなんだけどSay My Nameさ別に関係ないんだけどこれベビモンと構成全く一緒なんだよね。日本人2人のタイ人1人の韓国人4人だからさ。確かに確かに。でそれのなんかこの牽引の仕方、その目立ち方とかも結構似てるっていうか、だから全然グループカラー違うんだけどベビモンとフォーマットは意外と一緒っていう。なるほどね。でもまあそれこそさチキータとカンに似てるみたいな話もあったからね。そうそこから言うの忘れてたんだけど共通点がなっていう第5世代同士のなんかベビモンとセイマイネームをこう並列で語るとちょっと面白いかもね。コンセプト違いすぎて全然似てないんだけど、一応共通点はありますよって、第5世代の黄金率というかさ、そういう部分はなくもないのかなみたいなところはあるんだけど、まあだからとにかくセイマイネームはこの群雄割拠の第5世代、K-POP のヨジャグル先生にこう可愛いっていう、まあ、アイドルにとって最もシンプルかつ重要な傷跡というか、まあ爪痕をしっかり残したなっていう印象で、だからその曲がどうとか、まあその特殊性とかでどうこうっていうよりもまずシンプルに可愛いっていうことをしっかり残したっていうか、まあそこをさ逆に言うと一番大事じゃん、大事だけどみんな忘れがちっていうか、それがあるのが当たり前だから、そこを改めてフィーチャーしようとしないっていうか、っていうところも含めてセイマイネームはただ可愛いを普通にシンプルにめっちゃ追求したところが出てて、だからこれが多分意図的じゃないんだよ、ジェジュンのプロデュース能力が初々しいから出てることなんだ。なるほどね。だからそれも含めてそれの向上今後のね、含めて今後どんなストーリーテリングとか、これを踏まえてどういうそれこそ猫の話がどこに帰着していくのかとか、まあ別にしなくてもいいし、だから全く次犬でやってもいいしっていうことも含めてジェジュンの成長プロデューサーとしてのね、アイドルとしてはもう完成してるけど、それも含めてこの「Say My Name」の今後が楽しみだなって思ったっていうか、だってさいなくない
プロデューサー頑張れっていう感情そうだからプロデューサーも頑張れっていうさ、だからジェジュンちゃーんってこと全員それでいけるっていうね、でそういう感じ、その応援したくなるというか、声援を送りたくなる存在。はいはいはい、ジェジュンにそんな気持ちを抱いたことは一度もなかったここに来てね、そうこのデビューを見てジェジュンちゃーん言いたくなりましたっていう。またこれからもじゃあその何々ちゃんを連呼できるように楽しみに。全然バリエーションないんだけどだって名前を言えって言ってるじゃん。あ、またそこにかかってたのか。いや今思いついた